はい、こんにちは。山際中川です。今日はですね、大工の基礎を学ぶの、継ぎ手敷地ですね、の方を解説したいと思います。まず、敷地継ぎ手ってどういうものかっていう話と、あとは、この大工の基礎を学ぶの、中でどういうものを解説するかということ、あとは使う道具ですね、の方をお話ししたいと思います。はい。で、そもそもその継ぎ手敷地やる必要あるみたいなところで言うと、まずその一般の DIY の方っていうと、2バイでやった方が簡単だよっていう話あるじゃないですか。あれ多分幻想だと思うんですよね。その2バイだって難しいんですよ。で、2バイで小屋が作れるんだったら在来でも小屋を作れると思います。今って電動工具すごい充実してるので、在来をやることへの敷居ってすごい下がってると思うんですよね。なので、ぜひトライしていただきたいなっていうふうに思うのと、あと、一般の方が在来を学ぶ一番のメリットって、古材が使えるんですよ。その余ってる廃材とか古材で小屋を組むとか、ちっちゃなものだったらそれでできると思うんですよね。で、それは2倍だとできないじゃないですか。でも、在来を学べばそれができるっていうのが一番の魅力じゃないかなと思います。で、実際にその農家さんの古い納屋とか見てると、もうほとんど再利用の材料なんですよね。だから、まあ、昔から日本の建物っていうのはそういうふうに使える材料を再利用してやってきていて、で、今の時代になってその人件費と、材料のコストだと、その人件費の方が圧倒的に高いので、その材料を使い回すよりも新しい建材でやった方が早いし安いっていうので、今それが逆転状態になってますが、その DIY でやられるのであれば、その人件費の部分を、基本持ち出しでフリーだよっていうふうに思えば、その材料のコストを抑えるイコールトータルのコストを抑えられるっていうことになると思うので、ぜひ、そういったところにもトライしていただけるかなというので、ぜひ、学んでいただきたいと思っています。あとですね、敷地継ぎ手を実際作ったことがないという若い大工さん方々に関してだと、やはりやれるのと、やれるけどやらないよっていう話と、やれませんっていう話はやっぱ結構違ってくると思いますし、多分普通に今仕事で大工をしている方だったら結構簡単にできると思うんですよ。なので、なんか苦手意識とかでやらないよりは、ちょっとやってみて、あ、こんなもんかって分かるだけでも、なんか自信にもなるし、なんか結構ぜひトライしてみていただきたいなというふうに思って、これをやっています。はい。で、その敷地継ぎ手って何かっていう話ですね。で、まず継ぎ手っていうのは、長さを延長するものです。で、敷地というのは、T 字とか、T 字とか L 字とかで接合するものですね。なんか角度がついて接合するもの、45度だったりとかっていうふうに、角度がついて、接合するものを敷地と言います。で、継ぎ手のこれ基本形が書いてあるんですが、相書きっていうのと、腰掛けと目違いとありかまっていうのがあります。で、この辺をうまく組み合わせていろんな継ぎ手が、どんどん生まれてきたっていうような感じですね。あと敷地の方が、この大入れっていうのがよく和室で見られる太い柱に、この横材の桁材がこう刺さっていくっていうようなものが大入れって言ってるものですね。あと渡り矢ゴ、高さ違うところを変えるような感じでやる渡り矢ゴと、あと基本形の相掛きですね。あと、土台とかのコーナーで、襟輪付きコネほど差しとかっていうものもあります。これが基本形であります。今回解説する敷地継ぎ手ですね。継ぎ手で4種類解説します。で、腰掛けあり継ぎ。で、腰掛け鎌継ぎ。と、追っかけ継ぎ。と、金輪継ぎの方、この4つをやっていきます。で、このそれぞれに進化系もあるんですよね。例えば、この腰掛け鎌継ぎっていうのも、鎌継ぎから進化して腰掛け鎌継ぎになって、それが目違いをつけると腰掛け目違い付き鎌継ぎになって、で襟輪をつけると襟輪付き腰掛け目違い鎌継ぎみたいな風にどんどん進化していくんですよ。でその進化の過程とかの話と、あと実際に墨付け刻むっていうのをそれぞれにやっていこうと思っています。だから追っかけも、追っかけがあって、あとコミ線付きの追っかけもあるし、金輪もそうですよね。金輪も、金輪継ぎがあってコミ線付くっていう進化の仕方もあるので、その辺も
説明しながら、作っていくことをやっていこうと思っています。で敷地は、腰掛けあり掛けですね。これがもう本当基本ですね。基本こればっかりって感じです。と、腰掛け肩あり掛けですね。でこの L 字になると、その角が弱くなっちゃうのでアリを寄せたっていうのが肩あり掛けです。でこの敷地に関しては、ボルト普通今だと羽子板ボルトっていうのをつけるのが普通なので、その辺のボルトをつける位置とかその辺も一緒にやりたいなと思っています。だからこれもボルトつけるって言ったらなんかボルトとかつけるのみたいな話になっちゃうんですけど、でも実際今住宅ローンを組むのに金物検査もあるし金物をつけるんですよ。なので、そのよりリアルな普通の住宅現場みたいなものの、敷地継ぎ手というのをやっていきたいと思っています。で使用する道具ですが、まずのみで造作のみが、9ミリ、24ミリ、42ミリの各1本ですね。あとカンナの方が、寸八寸六でもいいんですが、あと小カンナでもいいです。であとノコギリは、両刃ノコもしくは、横引きと縦引きで各1本ずつを用意していただければと思います。でノコ目は8寸目から、9寸目ぐらいがいいかなと思います。でこれ替え刃でも本目立てでもどっちでもいいです。使いやすいもので構いません。でおすすめの替え刃の Z 層の縦引きと横引きあるのでそれ一応おすすめのところに入れておきます。であと丸ノコが、55ミリ以上切れるものですね。なので深切りの65ミリの丸ノコか、190の丸ノコかなと思います。だから125の刃がつくちっちゃい丸ノコだと多分ちょっと足りないかなっていう感じがします。はい、あと丸ノコ定規です。まっすぐ切るための丸ノコ定規、をお願いします。であとインパクトもしくはドリル、これは穴開け用です。でこれはそれと一緒に、木工用の切りですね。25ミリか30ミリであとは10から15ミリの切りを1本、ご用意していただければと思います。使う道具はこれだけでやっていこうと思っています。でもっと本当は、溝切りカッターとかルーターとかを使うこともあるんですが、できるだけ分かりやすくかつあまり道具も多くしたくないなっていうところで、これぐらいにしました。で多分この講座でやる敷地継ぎ手は基本地味です。でこの敷地継ぎ手のところで僕がちょっと思うのはこの敷地継ぎ手っていうこの木組みの文化の美しさって工芸品ではないと思うんですよね。工業製品に近い。木をつなぐとか木を組むっていうことを純粋に極めていった結果その姿が結果美しいっていうことであってそのアートで作っているものとはちょっと違う位置にあるものだと思っています。その工業製品だからこそ常に効率化とスピードも求められる。でもその中でのその職人としてのこだわりとの葛藤とかそこにこそ美学があってそこがなんか本当のなんか本質の部分な気がするんですよね。その合理化と効率化と職人のプライドと思いとでもお客さんの依頼があって作ってるものだからこれが本当にただの自己満足ではいけないしっていうここのバランスの中のこの葛藤の中にその職人それぞれの美学があってそのなんか背中がかっこいいんじゃないかなその背中がなんか職人らしさなんじゃないかなっていうふうにも思うのでここのなんか部分っていうのは全然悪いものではないしすごくいいなんか答えのないすごいでもなんかすごく尊いものだなというふうに工業製品だからこその尊さっていうものがここにあるなっていうふうになんか僕は思っています。はい、で僕が作るのは今回解説するのはこの工業製品の方です。なので基本めっちゃ地味です。地味なんですよ。なんですけど、できるだけ分かりやすく簡単にっていうのを、やっていきたいなと思っています。はい、ということで、次回、他の動画挟むと思いますが次敷地継ぎ手でやるのは腰掛けあり継ぎですね。それからやっていきたいと思っています。はい、ではありがとうございました。